ジャズ生活の踊ろう。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイだけです。ということで今日はいつも弾いてる同じフレーズをバレないように魔改造していきましょう。この仕組みが分かるとジャズのアドリブがすごいやりやすくなります。今聞いたフレーズ、一見どえらい難しそうなフレーズに聞こえるがね、だけどもこれどえらいシンプルなフレーズが元になってるんですね。なのでこの動画が見終わった頃に全ての種が分かってアドリブがすごいやりやすくなります。なのでセッションとか行っていつも自分同じフレーズばっか弾いてまうがねと思って見える方必見です。今日はもう皆さんが分かりやすいように枯葉と同じ進行を使ってます。 B フラットメジャー同じキーですね。で C マイナー F7 B フラット2度マイナー5度7 1度メジャーとなってます。では元となっているフレーズ見てこまい。はいね、すごいシンプルです。オルタードも何も使ってないです。 C マイナーから見てナインスから始まってるおしゃれな音からだね。でメジャー7行って一度アプローチして、でナインスマイナーサード4度5度7度飛ぶ。ここまではもうスケールだね。ドリアンスケールいくと。で7度飛んでここから F7 のとこ入るねといきます。なので6 5度4度3度ナインス1度セブンスで B フラットメジャーねたどり着くとの、メジャーサウンドだね。ということで何の混じりっ気もないすごい綺麗なフレーズという感じなので、純粋にナチュラルテンションが効いて綺麗なフレーズになってます。ではここから少しずつ変えていきましょう。一つ音を変えました。この音が入りました。フラットナイスオルタードテンションが入りました。いくよ。になるよね。いきなりジャズっぽい音になる。でどちらかというともうセッションとかに行って見える方はねオルタードとかを使っていて、その上でいつもオルタードばっかりだなっていう、感じになっていると思うんですね。なので逆にいつもとか弾いてるのナイスにしちゃう。ね、なのでここでオルタードを使う、ね、選択とあえてオルタードを使わないナチュラルテンションだけを使ってきれいにフレーズを聴かせる選択肢が2つできましたね。これだけでもだいぶ心の余裕が違うと思いますよ。なんかちょっと増えましたね。このナインスの音を中心に装飾をしております。このマイナーサードを足しただけといきました。でここの最後のオルタードのところはさっき言った通りオルタードにするかナチュラルテンションでいくか、この2つの選択肢を自分で、好きなように選んでください。でそれプラスね最初の装飾音を足しました。はい、なのでこれを2つ入れると4つのパターンができたような感じになるよね。
はい、また余分にちょっと装飾音が入りました。ね、マイナーサード4度、マイナーサード1度いって、ここはさっきと変わらない。ナインスマイナーサードメジャー、セブンスで1度に行くと。ね、先ほどはこうスケールライクに言ってましたが、それでは、字数というか足りないので、コードトーンで攻めていくと。ね。だけども基本的な、元となるフレーズのアイデアは変わっていないので、これを少しずつ改造していくという、感じですね。ね、という感じです。はい、という感じでまた足されましたね。でこれからはしばらく全部何でもかんでも足していきますが、この全部足した上で後でねまたアレンジをしていくので、とりあえず今はねそういう感じで見てください。3連符が足されましたね。ここね、ここからナインスを経由して、ね、コードトーンという感じで、これでまた勢いがつくね。ね、で3連符を弾くとねやっぱりちょっと緊張感が走るので、なんか雰囲気がちょっと変わるよね。なのでこれすごいおすすめなんですね、3連符を使う技っていうのは。はい、ということで2度マイナーはねもう変わらず、もうやれることはほぼやり尽くしたような感じですね。なので次は5度7をどうやって変化させていくかっていうところですね。ここのところね、ここのところをまた装飾すると。装飾をするんだけども、このまま降りていくと、ちょっと言葉足らずになるので見ていくと、ワンツースリーのところにこの F7 のメジャーサードがあるね。そこに3に合わせて、ちょっと変えていくと、ワンツーという感じでターゲッティングにしますね。はいね、なので基本的な流れは変わってないです。はい。はい、という感じでまたまた装飾足されました。さっきの時は3拍目にこのメジャーサードの音に合わせてやるよって言ったんだけども、16分増えるともうそうもならないので、基本的なスケールライクに流れていく。で最後にここの B フラットのメジャーサードにたどり着けばいいよねっていうアイデアにちょっと、チェンジをします、考え方をね。でそうするとここ先ほどと同じようにでメジャーサードねと、ここも16分でいく。で1度に行く。でここからジタらずになるのでうまくしてこの B フラットのメジャーサードに行くと、そうするとターゲッティングになるね。ね、はい。装飾16分が多いのでね指が疲れちゃうかもしれませんが、あんまり力を入れないでねやってみてください。はい、という
ということでちょっとオルタード色強くなりましたね。こっからはちょっとそういったチェンジになってきます。ここまでは同じですね。ここからといきます。といきます。3連符でここフラットナインシャープナイスで一度いていくと。なので基本的にはこのスケールを下がっていく流れね。でここで3連符でこうやったことによってさっきのターゲティングなくてそのままストレートでいけるとねいう感じです。なのでここで3連符を使うことによってオルタードの変化と音符のリズムの変化が2つ味わえるという、アレンジですね。はい、また音が変化しましたね。今何をやったかというと、最初の C マイナーのところはずっと変わらないです。ここからここまで同じだね。なので565ヨド3432ね。ここからシャープナイスメジャーサードシャープナイスフラットナイス一度いくとね。はい。でここで、どちらかというとフラットナイスシャープナイスというよりもというコード進行にちょっと変えてます。これなんだというと C マイナー F7 に対してはい C シャープマイナー B7 裏コードです。なので裏コードの C シャープマイナーのナイスマイナーサードナイス1度っていう感じで見ておくとすごい見やすいですね。はいという感じで指的に難しいけど、裏コードも使ってちょっとした変化も生み出せます。はいということで今度は音のオクターブ上の高いところに行って変化をさせる技ですね。はいギターの指板だけ見るとちょっとすごい見にくいと思います。ギタリストの方これをねオクターブ下げるとすごい分かりやすいです。この音ねこっちにとりあえずいきましょう。これをやってるだけです。フラットナインスからセブンスでメジャーサードにターゲティングしてるだけね。全く違う風に聞こえるけどただ音を高くしただけです。でどちらかというと半音上のメジャーでアプローチしたようなサウンドになりますね。はい面白いでしょ。だけども基本はもう最初にやった通りこれが全部元になって少しずつ変化させていってるだけですので安心してください。何に安心しとるかわからんけども。はい、聞いていただいた通りもオルタードがそういう変化ではなくて装飾命という感じのフレーズですね。はい
この続きと言った方がいいのかな。ここから1度からナインスで、ターゲットと。でこれね、はい、フラットナインスにしてもここいいです。最初に言いましたが、もう最初の時点でナチュラルテンションで攻めるかオルタードテンションで攻めるかっていう選択肢が2つあるよっていうのをお話ししましたよね。これがこういうところにも生きてきます。でこれはあえてサンプルの動画とかにはしませんでした。この動画ここまで見てくださった方だけの特典という感じでね、特別にこそっとお教えします。まあよくわかんないけどもね。なのでここまで動画見てくださった方ね、もういろんな手札が使えるわけですよ。でまだ今フレーズの方に集中しとるもんで、そっちの方にフォーカスできないと思うので、この動画、次の動画が終わった後にね、ちょっと手抜きの方法をやりましょう。はい、ということで装飾マックスですね。もうやりたいだけやりましたね。ね、このラインに装飾すると。でここで1度で終わるとつまらないので、とかね、入れてあげると最後ねフレーズがしっかり馴染むという感じですね。とかできるけどもしつこいよね。まあでもこういうところも練習しておくと低いところでもできたりするので、まあやるに越したことはないですけど、全部やるとしつこいということで、ここから自分の好きなところだけピックアップしてやる方法をちょっとやりましょう。最初はもう何の変哲もない一番最初のシンプルです。ここから1個だけ装飾しといて3連符オルタード使って解決するという技もできるわけですね。はい、いかがでしょう。最初ね、複雑にいろいろ全部最初の、C マイナーのとこ混ぜましたよね。そっからシンプルに攻めるね。次いくよね。最初のところね、すごいシンプル。最初に装飾入れて、あとで3連符だけ入れるという技もありますね。で最初シンプルに攻めてね、高いとこ行ってこういうアプローチもできるわけじゃない。裏コードもあったよね。ね、こういう攻め方もできると。あ、これ例にやってなかったけども、とはこういう解決もできる。ここまでシンプルで攻めてね、装飾でやるという技も。なのでもう組み合わせは皆さんもう好きなようにやってみてください。ということでこのフレーズいろんな組み合わせがあるので、いろんなの自分の好きなように、パズルみたいに組み合わせて遊んでみてください。でこの後がどえらい大事です。皆さんが普段から使っている自分の好きなフレーズありますよね。これを今度同じように魔改造してみてください。そうすることによって自分の必殺技に昇華してより自由にアドリブができるようになってきますので、ぜひぜひそこまで遊んでみてください。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に書き込んでいただければ大変励みになります。で特になんとも思わなかったらコメント欄にですねエコバッグとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。
ということで最近ですね、三上邦さんから、日本で買ったすごいちっちゃくなるエコバッグを愛用している私レイだけですけども、Facebook や Twitter、Instagram などですね、どれ低頻度でやっておりますので、そちらの方フォローしていただきつつ、お宮さんはよなんか書きやと、ちょっと私レイだけをいじってみてはいかがでしょうか。ということで日頃から皆様温かい応援ありがとうございます。で最後にですね、スーパーサンクスなどをしていただけるとですね、私レイだけのテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。